なんか雨降ってて天候が悪いけど海鮮を楽しんでいきましょう。いや天候が悪いから楽しめなさそうなんだが。そっかそうですか。素直に楽しめない人は船から飛び降りてもらいましょう。なんでそうなるの？ところで今回は空母に乗っていくのね。よくぞ聞いてくれました。前から欲しいと思ってた艦艇があるのでアメリカ空母ツリーを進めてる。そして今回はアメリカ空母で最初に乗ることになるラングレーに乗っていくよ。なるほど、それで欲しい艦艇って何なの？欲しい艦艇はジア重空母のミッドウェイになる。なんか見た目がかっこいいから欲しいと思った。理由が単純すぎて大草原。もっとまともな理由はないのか？もっとまともな理由ですか？それはもちろん爆撃機で駆逐艦を粉砕するために決まってるじゃないですか。理由なんて聞かなければよかった。敵を発見したところで早速駆逐艦を粉砕していくぞ。てか爆撃機じゃないんかい。しかも相手はボットだし。低ティアは人口が少ないからボットがいるのは普通だよ。まあボット相手なら攻撃を外すわけがないよな。ボット相手に攻撃を外すとか三流空母乗りくらいですよ。よしこの偏差なら確実に当たること間違いなし。ボット駆逐艦には港にお帰りいただこう。余裕で攻撃外してるわよ。最優空母乗りなのが確定したな。調子乗ってすいませんでした。まだ攻撃チャンスがあるからこれで名誉挽回を狙う。次も攻撃外したら名誉挽回どころじゃないわよ。最初の攻撃で魚雷の偏差が分かったから次の魚雷は当たると思う。無事に魚雷を回避されましたとさ。三流どころか四流空母乗りなのが確定したわね。お前もう空母降りろ。全く返す言い訳もございません。駆逐艦に魚雷を当てられないから近くの巡洋艦に魚雷を投げつけるぞ。この魚雷も外したら空母から飛び降りてもらうからな。どうやら無事に命中したみたいね。いやーほんと海に落ちて魚の餌になるのが回避できて嬉しいよ。お前を海に落とせなくて残念だな。やばいぞ早く空母を上達しないと海に落とされちまう。また雷撃機で巡洋艦を攻撃するぞ。さっきから雷撃機ばかり使ってるけど強いの？ラングレーの雷撃機は平均的な強さになってるよ。じゃあなんで雷撃機ばかり使ってる？ただ単に雷撃機が一番使い慣れてるから使ってるだけ。普通にシンプルな理由だった。さて瀕死の巡洋艦に反復攻撃を仕掛ける。HP ならこの攻撃で倒せそうだな。これは絶対に当てるしかないね。相手は巡洋艦だから偏差を少し大きく取る。ちょっと偏差の取りすぎじゃない？最速が遅いし問題なく当たると思う。これで巡洋艦の撃沈は確定したかな。当たらなかったらどうする？その時は喜んで海に飛び降ります。一本しか当たってねえじゃん。偏差の取りすぎだったみたいね。さっきのことは忘れて巡洋艦を爆撃していきましょう。勝手になかったことにするな。火災発生できたしいいダメージが入った。やっぱりアメリカ空母の爆撃機はいいね。逃げる巡洋艦に容赦なく爆弾を浴びせていく。なんか角度が微妙だな。回避行動を取られてるから狙いづらい。一発しか当たらなかった。火災は発生させたけど倒しきるのは厳しいかな。今度は雷撃機で攻撃するか。また雷撃機を使うのね。てか攻撃機は使わないの？攻撃機は後から使おうと思ってるよ。お前雷撃機は下手くそだけど当てれるのか？下手くそとは失礼だなおい。ちゃんと当てれるに決まってるじゃないですか。余裕で魚雷を回避されたので反復攻撃をしていきましょう。お前も雷撃機やめて爆撃機だけ極めてろよ。マジでその方がいいと私も思い始めたよ。今度は確実に当たりそう。まあ敵を減速させてから反復攻撃の魚雷を当てるのが計画だったのです。それで最初のミスをごまかせるとでも。ここからミスを帳消しに。これ完全に積んだわね。やばいぞこのままだと母艦が魚雷の餌食だ。落ち着けてか爆撃機で駆逐艦を処理できるのか？ちゃんと狙って当てれば可能。でも回避行動されたら当てるの難しそうだ。もう当たることを祈って爆弾を落とすしかない。最初の攻撃は当たらなかった。ならば次だ。やばいぞそろそろ仕留めないと母艦が魚雷の射程に入る。ここで駆逐艦を倒しきるのは厳しいな。爆弾を確実に当てていくしか他に道はない。とりあえず爆弾が命中したぞ。まだ半分も HP が残ってるぞ。あれこれ積んでるくね？やっと現状を理解したのね。マジでどうしよう。泣き言を言う暇があるなら攻撃しろ。大変だ母艦に敵の魚雷が向かってるぞ。このままだと母艦が沈んでしまう。魚雷で母艦が瀕死に。母艦が沈む前に爆撃機で出撃だ。出撃がギリギリ間に合ったな。母艦。嘘だよな。こればかりは現実を受け入れるしか。母艦が魚雷で母艦とな。母艦だけにガハハ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 。爆撃機だけ無事に生き延びたので目の前の駆逐艦をたくさん可愛がってあげましょう。なんか始末から執念を感じるわね。爆撃機だけで駆逐艦を処理できるか怪しいな。縮小回避されたか。爆撃機の残り攻撃回数はあと2回。まずいぞしっかり仕留めないと生きて生還されちまう。回避しづらい場所に追い込んだので再度爆撃する。これは当たりそうな感じ。当たってくれないと困る。ちゃんと爆弾が命中したみたいだな。よしあと一発当てれれば駆逐艦を粉砕できるぞ。でも残り攻撃回数は1回。次が最後の攻撃チャンスになる。これは気合を入れていかねえとな。最後は駆逐艦の正面から爆撃をしてみる。島が横にあるから満足に回避できないんだぜ。そもそも回避行動すら取ってない気がする。果たして結果はどうなることやら。よっしゃー。駆逐艦を撃沈したぞ。ちゃんと爆弾が当たってよかったな。それにしても達成感が半端ないね。マジで戦艦の破壊的一撃よりも達成感があるかもしれない。
2戦目からは攻撃機もしっかり使っていこう。ようやく攻撃機の出番ね。敵にロケット弾の嵐をぶちかましていくぜ。また巡洋艦を狙うんだな。いやちょうどいい位置にいたから適当に狙ってるだけ。どういうこっちゃねん。今の攻撃はもろに当たりそうだからいいダメージが稼げそうだね。ところでものすごくダメージが微妙だって話を聞くか？こんな現実は知りたくなかったよ。攻撃機はいまいちなので爆撃機で出撃だ。爆撃機で反復攻撃をする方がダメージを稼げそう。自分もそう思いますとも。そんで話が変わるんですが、つい先日チャンネル登録者数が300人を突破したんですよ。めっちゃ唐突に話変わるじゃん。てか目標の300人を達成したんだな。これは嬉しいね。次はチャンネル登録者数500人を目指して頑張っていきたいね。随分と目標が小さいわね。まあ何事も少しずつ積み上げていくのが重要ですからね。ちょうどいい位置にいるボット巡洋艦に爆弾をお見舞いじゃ、ちゃんと狙ったのに一発しか当たらなかったな。今のはガバったから仕方ない。そういえば爆撃機の性能はどうなの？もちろん平均的な強さの爆撃機になってるよ。つまり弱いってことなんか？いや強くもなければ弱くもない感じ。ちなみにラングレーのメイン武器になるから基本はこいつ中心で運用するよ。なるほどラングレーのメイン武器なのね。なのにさっきは雷撃機ばかり使って攻撃外してたわね。過去のことを掘り返すのはやめてもろて。今度の爆撃はしと思ったがまた一発しか当たらなかったんかい。今日は爆撃機がなかなか言うことを聞いてくれなくてですね。どういうこっちゃ？それって君の狙い方が悪いだけなんじゃ。君のような正論野郎は嫌いだよ。これが3度目の最後の爆撃だ。存分に味わうといい。また一発しか当たってないじゃん。角度が悪かったし仕方ない。まあ火災発生ができただけ上出来さ。そんでまた下手くそな雷撃機で出撃するのか。おいこら下手くそな雷撃機ってなんだよ。下手くそな雷撃機って本当のことしか言ってないと思うんだけど。お前も過去のことを掘り返すんですか？そうですか。もうこうなったら私の雷撃機の本気を見せてやりましょう。今度こそ攻撃を外したら一生下手くそな雷撃機って呼ばれるんじゃ。それはちょっと呼ばれたくないなら攻撃を当てるしかないな。ちゃんと無事に完璧に魚雷が命中いたしました。よしよくやったぞ。今回の功績に免じて過去のことは忘れてやろう。ありがとうございます。この調子で他の巡洋艦を攻撃していくぞ。随分と最悪な角度から攻撃したわね。すぐ近くにいて旋回する余裕がなかったから、あれなんか魚雷が命中してないような気がするんだが、おっとこれはやばいでよ。また下手くそな雷撃機って呼んでやろうか。お願いします。もう勘弁してください。許してください。それじゃあ空母ラングレーがお送りする誰でもサクサク簡単クッキングが始まるよ。なんか変なのが始まったわね。戦艦をクッキングするな。まず最初は爆撃機でしっかり加熱して火を通していく。最初はしっかりと火を通すのね。メモメモ。しっかりと火が通るように何度も爆弾で炙るのがコツだよ。ほう何度も爆弾で炙るのがコツと。メモメモ。爆弾でしっかりと火を通した後は攻撃機でロケット弾を振りかけて味付けをする。ロケット弾での味付けが大事と。メモメモ。しっかりと食材の風味を引き出すために反復攻撃のロケット弾を振りかける。なるほど。先生この時に意識するポイントはありますか？いい質問ですね。ロケット弾を振りかける時に火災の発生してない場所を攻撃するとより風味を引き出せます。なるほどしっかり理解しました。そしてしっかりと加熱した後は雷撃機で冷却してあげると完成ですが、火力が高すぎたためにどうやら食材が燃え尽きたようですね。先生調理が失敗したのでしょうか？まあ先生とて失敗する時はありますとも。まさかそんなことが。これにて誰でもサクサク簡単クッキングを終了するよ。まさかお前は調理もまともにできないなんてな。島の西側から回り込んでくる戦艦を攻撃する。戦艦なら魚雷を当てやすいから安心だね。アンタクティク艦や巡洋艦が相手だと頻繁に攻撃外すからね。うぐっ事実すぎて反論できねえや。魚雷が命中して浸水を発生させたな。笑いが出てくるほど順調だね。おかわりの反復魚雷も食らわせてやりましょう。もらいたくないおかわりだね。あの戦艦マップの端にいるから満足に回避できないだろうし確実に命中するのは世の断りだよ。しっかり魚雷が命中したみたいだな。てか命中する世の断りってなんだよ。火だるまになってる戦艦に HE 爆弾を叩きつけていく。どうやら火災発生は狙えなかったみたいね。どうやら反復攻撃で戦艦を涙目にする必要があるようだ。爆撃機に粘着されてる時点で涙目だと思うんだが。火災発生してない場所を狙って爆弾投下だ。爆撃機の HP 的に3回目の爆撃は無理そうね。てかさっきの爆撃当たってないわよ。どうしていつも肝心なところで攻撃を外すの？うぐぐ何も言い返す言葉が見つかりません。攻撃機なら攻撃を当てやすいから安心だ。でも戦艦相手だとあまり有効打は期待できそうにないな。だから火災を狙ってるのよね。はいまさにその通りでございます。てか戦艦に300ダメージしか入らなかったな。どういうこっちゃ。こうなったら何としても反復攻撃で火災発生させるんだ。頼むよロケット弾。なんとしても火災発生させてくれ。火災発生すれば倒せそうなんだぜ。よっしゃー。運が私の味方になってくれたぞ。この調子で追い打ちの魚雷をプレゼントしてやるぜ。もらって嬉しくないプレゼントって言葉知ってる？私の脳内辞書にそのような言葉はございません。ここで敵戦艦を撃沈。残りは空母だけね。この調子で敵空母もボコボコにしてやりましょう。空母をボコボコにする前に戦闘が終わってしまいました。活躍の機会を逃したわね。まあ次の機会に活躍すれば問題ないでしょう。次の機会があればな。それじゃあ今回はここまで。チャンネル登録と高評価をよろしく頼む。ゲームのリンクは概要欄に載せてるよ。それと頑張って終了画面を作ったのでよければ見ていってください。それじゃあバイバイ。